どうもペロンです。今回も R タイプファイナル2で新たに開発可能になったバイト機体を紹介したいと思います。今回はナンバー 92B3C セクシーダイナマイトの紹介ですね。セクシーダイナマイトは BJ 物質というゼリー状の物質にコックピットが覆われており、この BJ 物質を触媒としてパイロットの意識を直接伝達することで R9A に比べ操作性を 40% 向上させることに成功したようです。フォースは触手型フォースのセクシーフォースが搭載されていますが、化粧品の名前が付けられているだけでどこにセクシーな要素があるのかいまいちよくわからないフォースですね。赤のリップスティックレイは4本のレーザーを持続的に発射します。触手を閉じた状態では水平方向にまとめてレーザーを発射し、触手を開くとレーザーが2本に分かれて発射角度が斜めに変化する仕様になっていますね。レーザーを照射したまま触手を動かすことで広範囲のバイドを投げ払うことを得意としており、レーザー1本の破壊力はそれほど高くはありませんが、4本まとめてぶつけた時はそれなりに破壊力が出せるようになっています。耐久力が高いバイドに対してはレーザー2本では火力不足感があるため過信は禁物ですが、セクシーフォースの中で一番扱いやすい強力なレーザーだと思います。青のアイシャドウレイはフォースがレーザーをまとう近接戦闘仕様のレーザーですね。セクシーフォースの4本の触手はそれぞれ当たり判定があるため接触ダメージが高いのが特徴の一つではありますが、アイシャドウレイはレーザーをまとうことでその特性を強化しており、非常に高い火力を持っています。近接戦闘用のレーザーは火力が低いものが多い中、非常に高い火力と防御力を誇る装備なので、耐久力のあるバイドを素早く処理したい場合などに適していますね。レーザーをまとうことで射程も若干伸びるため、薄い壁などは貫通して攻撃することが可能になっており、使いこなすことができれば非常に強力な武器になります。黄色のマスカラレイは4本の触手の先から上下にカーブしながら飛んでいくレーザーを発射します。触手を閉じるとレーザーがまとまって飛んでいくようになり、ピンポイントで狙うことができるようになりますが、触手を開くと広範囲に撒き散らすような軌道になるため、バイドの数や配置を見ながらうまく使い分けるといいと思います。範囲殲滅能力は赤レーザー、DPS は青レーザーに劣りますが、他のレーザーとは違う軌道で飛んでいくマスカラレイでしか攻撃できない場所もあるため、他のレーザーで突破できない場所があれば試してみる価値は十分あると思います。ただし射程距離が短いため扱いづらく感じる場面も多く、使う場所は慎重に選んでくださいね。次にフォースを切り離した後の状態についてですね。触手型フォースの特徴である追尾型ではありますが、射撃能力は取り付けられておらず、フォースが手裏剣のように回転しながら接触ダメージを与えるようになっています。フォースショットの時よりも破壊力は高くないため、大半のステージで使う場面はないと思いますが、レーザーの攻撃では突破できず、行き詰まってしまった場所などがあった場合は、意外とこいつが刺さる場面もあるので、試してみる価値は十分あると思います。個人的には射撃能力がないんだから、青レーザーのアイシャドウレイを使用しているときは、フォースを切り離した後もレーザーをまとったままにしてくれるなど、プラスアルファの能力があればとても面白い機体になったと思うんですが、残念ながら現実は獲物に追いつくこともできない鈍足の猟犬になり下がっています。ミサイルは目玉爆雷、目玉追尾ミサイル、目玉誘爆ミサイルの3種類から選ぶことができます。目玉追尾ミサイルが無難だと思いますが、赤レーザーでは狙えない角度を攻撃できる目玉誘爆ミサイルもありだと思いますね。搭載されているセクシー波動砲はコックピット部分を覆っているゼリー状の BJ 物質を飛ばして攻撃を行いますが、発射してからすぐは機体にくっついた状態になっており、機体が移動した場合は機体にくっついたまま少し溜めを作るようにワンテンポ遅れて波動砲が発射されます。破壊力はそこそこありますが、弾速が遅いためセクシー波動砲を遠距離から発射した場合は波動砲を発射してから着弾するまでにかかる時間が全波動砲の中で最も時間がかかる仕様になっていますね。そのため特別な理由がない限りは近距離で波動砲を発射した方が安定して命中させることができると思います。また性能には関係ありませんが、キャノピーカラーを変更すると発射される波動砲の色も変化する仕様になっており、こういった部分は遊び心があっていい点だと思います。セクシーダイナマイトは殲滅能力に優れた赤レーザーや近接戦闘で高い火力を発揮する青レーザーだけでなく、破壊力と癖が両方強めな波動砲と黄色レーザーを搭載した面白い機体なので、まだ遊んだことがない人は自分の好きな色に変更したセクシーダイナマイトで遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。